私の名は中肉。みんなおはよう。今日はこれからアンティグアを去ってエルサルバドルへ行きたいと思います。チキンバスを使って行くのでちょっとねうまくいくかわかんないんですけど、今がだいたい午前の8時くらいですね。ここから長い旅になるみたいなんですけど、頑張って行ってみようと思います。手持ちのお金がちょっと少ないんで足りるかわかんないんですけど、足りなかったらね行って行きたいと思います。到着しました。バス乗り場。ここから目的地域のバスを探したいと思います。無事に乗ることができました。20ケツァールでしたね。窓はねスモークが貼られてるんで外からはね見えないんですけど、中からは結構こんな感じでクリアに見えますね。めっちゃ揺れる。やばい。だいたい1時間ちょっとで到着しましたね。じゃあ国境へ向かいたいと思います。現在国境行きのバスをチキンバスを待ってます。80ケツァールということでね、お金が足りないんですけど、今ね69ケツァールしかないんですよね。でなんとかならないかって交渉したらなんか OK って言ってくれましたね。まあでもアメリカドルで払うって言ったんで、それで OK って言ったかもしれないですね。国境行きのチキンバスに乗りました。今時間が10時25分ですね。で結局お金やっぱり足りなかったんですけど、おまけしてくれましたね。ラッキー。交渉してみるもんですね。こうやってね電車にね売り子が乗り込んできてね売ってるんですよね。いろいろドリンクであったりとか食べ物であったり。でもさっきのねバスのお金払った時に全部払っちゃったんで、もう今お金が全くないんで何も買えないです。残念。バスの乗り換えがありました。チキンバスから普通のバスに乗り換えて、今多分国境に向かっていると思います。エアコンないんで暑いですね。ここでも売り子がバスに乗り込んできています。完全に逆走してるんですけど普通みたいですね。これが文化なのかな。多分隣のトラックはエルサルバドル行きで混んでるから、多分こうやって反対車線の道路を通行しているんだと思います。こっちがグアテマラ側です。そしてこっちに向かうとエルサルバドルに向かいます。徒歩で1キロぐらいあるってネットで書いてたんで、ここから歩いて国境を越えたいと思います。めっちゃ暑いですね。もう30度多分超えてますね。かなり暑い。まもなくです。無事に入国完了しました。エルサルバドルで入りました。前回グアテマラ入った時にねカメラ速攻初日でなくしちゃったんでちょっと残念だったんですけど、今回はちゃんと記録に残せそうですね。じゃあバス乗り場に向かいます。じゃあこれに乗ってサンタアナ方面へ向かいたいと思います。暑いですね。エルサルバドルかなり。これがソンソネート行きのチキンバスですね。これに乗ってサンタアナに乗り換えですね。チケット代は1ドル未満ですね。切り上げなんで1ドルちょうどぐらいですね。安いですね。グアテマラと大違い。エルサルバドルの通貨はアメリカドルですね。持ってたんで両替しなくて済みました。チキンバスはグアテマラのものとほぼ一緒ですね。多分アメリカから中古で回ってきてるのかな。バスターミナルに到着しました。ここからサンタアナ行きのチキンバスにまた乗っていきたいと思います。エルサルバドル1食目はここの
フードコートで注文しました。じゃん、サンドイッチと、サンドイッチ中身はこれなんだろう、レタスか。レタスと玉ねぎと、わかりません。食べてみてからレビューしたいと思います。と、ドリンク。これがね、セットで 1.85 ドルかな。喉乾いてたんで助かります。サンドイッチ。普通ですね。腹が減ってるからうまいっていうだけですね。腹減ってなかったら多分うまくはないから。やっとサンタアナに着きました。スーパーを見つけたので寄ってみたいと思います。梨のジュースと米を購入しました。米はね、この2つで 1.1 ドルなんでめちゃくちゃ安いですよ。結構綺麗ですね。夜だからちょうどよかった。あちらには大きめの教会があります。ホステルに到着しました。みんなおはよう。サンタアナ2日目です。前回ね、泊まったホステルが、キッチンがね、なんか有料とか言われて、1回使うたびに5ドルって言われちゃったんですよね。宿泊費が8ドルなのに、キッチン使用料5ドルってなんかおかしくねと思って、もうそれなら違うホステルにしようと思って、今日違うホステルをブッキングしたので、今向かってます。ちょっと暑いぐらいですけど、今1月なんでね、まあ日本だとめちゃくちゃ寒いと思うんで、最高です。厳重ですね。じゃあ呼び鈴を鳴らしますね。ドアを開けたらこんな感じ。ここが今回宿泊するホステルですね。扇風機がついてていいですね。でもコンセントは完全に占領されています。どうしよう。やっとキャッシングができたんで、これからご飯を食べたいと思います。昨日サンドイッチを食べたので、今日はトルティーヤみたいなのを食べたいと思います。レストランに到着しました。マレーシアとちょっと似てる感じで、自分の好きなものを注文するといった感じですけど、もうスペイン語で全然わかんなくて、言われるがままに入れたらこんな感じになりました。料金はちょっとわかりません。すごい怖いです。これはね、ポテトじゃないって言ってたけど、絶対ポテトですね。これ多分店員さんがポテトっていう英単語を知らなかっただけじゃないかな。すごいスキルですね。頭の上に乗せて運んでます。エルサルバドルトイレ有料みたいですね。0.25 セントいるみたいです。ホステルに帰ってきたんで、ちょっと休憩をして夜になるまで待ちたいと思います。エルサルバドルのレストランがちょっとあんまり見当たらないんで、スーパーで何か買って帰ろうと思います。スーパーはいつもテンション上がりますね。さあ何を買って何を食べようかな。パンをね、海外でよく食べるようになりましたね。
パン結構ね美味しいんですよね。なんか目星のいいものあれば買ってみようかな。クッキーかな。1.35 ドルなんで200円もいかないぐらいですね、多分。一斤なのに。これすごいですね。ハンバーガーみたいな。なんかこの容量で 1.5 ドルってすごい。めっちゃでかいし。何パンなんでしょうね、これ。結局パンを買って1個はオーブンで温めてます。こっちは米を今炊いてます。パンができました。じゃあね、米が炊き上がるまではパンを食べていきたいと思います。このスープを米に混ぜました。それでは2種目食ったので今日はこれで寝るとします。おやすみなさい。みんなおはよう。今日も非常にいい天気ですね。日差しが強くて暑いです。また30度近い気温ですね。Si no queda muy blanca. No, es que como la hacen de suero, la poleada de suero. Con la vainilla también agarra color. Está sola. これは何の No, la poleada es de arroz. Sí, arroz con canela. Sí, pero la hacen con suero, pero suero. これね、冷たい食べ物と思ったら結構あったかい食べ物なんだ。シナモンがかかってるみたいですね。で、これ結構美味しいですね。あったかいけど、やっぱりデザートだと思います。結局ランチはチキンにすることにしました。帰ってね、ホステルで食べようと思ってたんですけど、天気がいいし近くに公園があるんで、この公園で食べようと思います。このチキンめっちゃうまいですね。味付けがめちゃくちゃうまいですね。今ですね、夜ご飯を食べに外に出てきたんですけど、街が静かすぎてめっちゃ怖いです。もしかして夜はあんまり出歩かない方が良かったんかな。ちょっと明かりがある方へ行きたいと思います。この辺の屋台でご飯を食べたいと思います。今日の晩ご飯はこちらでハンバーガーを注文したいと思います。ハンバーガー来ました。ちょっとハンバーガーだけじゃ物足りないので、このポテトを注文したいと思います。どうやら揚げたてのポテトが食べれそうです。
ハイカロリーです。いろんなソースが混じってるからかえってあんまり美味しくないかもしれないですね。なんか複雑になってる。いっぱい食べたんで帰ります。ホステルに帰ってきました。これで参加の編は終わりです。明日から移動でホアチャパンに行きますので寝たいと思います。それではまた会おう、職員。